不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは現在現役で介護士をされている女性、仮名ですが新井さんからいただいたお話です。新井さんは当時デイサービスの施設で働いていたそうです。デイサービスとは介護の必要とする人が対象で、施設に入居せずに昼間通いで介護施設を利用できるサービスです。さてその新井さんですが、実はご本人は仏教の僧侶でもあり、介護施設では不思議な体験を時々するそうです。ある日そのデイサービスに30代の新しい介護士の女性が入ってきました。仮に陽子さんとしておきますが、陽子さんは介護福祉士の資格もちゃんと持っている人でした。ただその新人の陽子さんは少し変わったところがある人で、介護の仕事が苦手だったそうです。人の世話が苦手なのはもちろんですが、他人とのコミュニケーション能力に欠けたところがあり、ひどく人見知りをする人でした。ですから早速周りのスタッフからは少し疎ましく思われてしまいました。ただ僧侶でもある新井さんの指導は陽子さんもきちんと聞いてくれたそうです。そして新井さんも陽子さんとうまく意思疎通を図っていました。ところが陽子さんはもともと人見知りをする人なので、一旦打ち解けた新井さんには朝早くから休みの日夜遅くまでメールで誰々さんからこんなこと言われた、こんなことされたなどと他人の悪口を送りつけていました。新井さんも最初は平等な立場でその悪口を聞いていたのですが、だんだん疲れてきてしまったそうです。業務に支障が出てはいけないので、ちょっと距離を置いた方が良さそうだなと思い、陽子さんとは必要以上に接点を持たないようにうまく立ち回っていました。さてこの介護施設には常勤の医療スタッフの看護師さんもいるのですが、その中に K さんという大変霊感のあることで有名な人がいたそうです。新井さんもその看護師の K さんとは仲が良く、ある日の朝でした。新井さんが出勤すると、その K さんが慌てた様子で新井さんのところに駆け込んできました。新井さん、あの人と仲いいんだよねと唐突に言うので、新井さんは誰のことですかと聞くと、あの例の新人陽子さんのことだというのでした。あなた陽子さんと仲いいでしょ、でも気をつけて、近づいたらダメだからと忠告してきたのです。新井さんは即何がありましたと K さんに聞いたのですが、陽子さんの話は今ここでは話せない、後で仕事終わったら話すから、とにかく彼女に気をつけて、そう言って看護師の K さんは言ってしまいました。新井さんは気になりましたが、とりあえず朝の仕事をこなしたそうです。そしてちょうど午前中の休憩時間になった時です。新井さんが休憩室で休んでいると、同僚の S さんが入ってきました。そこで新井さんはその同僚 S さんとたわいもない世間話を始めました。S さんが話をしている時、聞きながらスマホをいじっていた新井さんはふと顔を上げて S さんの方を見たそうです。するとそれは一瞬のことでした。同僚 S さんの頭の右側から顔にかけてドローッとした黒ずんだヘドロのようなものがべったりと垂れていたのです。新井さんは驚いて思わずフリーズしてしまいましたが、その黒いヘドロはすぐ見えなくなりました。新井さんはもともと不思議なものが見える方でしたが、経験からこの時もひょっとしてと思い、その S さんに聞いてみたそうです。S さん、頭痛くない？すると S さんは、どうしてわかったの？昨日から頭痛がひどくて薬飲んでも治らないのよと言いました。新井さんは今一瞬見えたどす黒いヘドロのことは言えませんでした。新井さんは僧侶ですが、決して霊媒師でも祈祷師でもない普通の介護士さんです。そこで仏教の呪の文言を唱えて頭から背中をさすってあげたそうです。その後 S さんの頭痛は収まったようで、新井さんはひとまず安心しました。
そして仕事が終わり朝に新人の陽子さんには気をつけてと忠告してきた看護師の K さんからその理由を聞くことになりました。さて K さんの話はこうでした。その日看護師の K さんは夜勤明けで早朝休憩室でお茶を入れていたそうです。するとそこに陽子さんがやってきました。 K さんはあら早いね、お茶でも飲むと言いながらふと陽子さんの方を見たそうです。その時陽子さんは下を向いた状態でうつむいていたので顔は見えませんでした。するとゆっくり顔を上げていき K さんを見上げました。その瞬間看護師の K さんは全身震え上がったそうです。陽子さんの口は耳元まで裂けていたのです。そして K さんを見つめる両目は真っ黒で白目がありませんでした。それはまるで悪魔のような顔でした。そして頭からドローッとした黒いヘドロがべったりと流れていたそうです。霊感の強い K さんはヒーッと思わず悲鳴を上げてしまいましたが、自分にしか見えていないことは分かっているのですぐにごめんごめん何でもないと陽子さんに言って2階に慌てて逃げていったということでした。そういうわけで K さんは新井さんにあなた陽子さんと仲いいから気をつけてね、あの人には悪魔がついているからと忠告しました。霊感の強い K さんは僧侶である新井さんを信頼しているので不可思議な現象を見たときは率直に話してくれるそうです。ただ新井さんはその時ふと気になることが頭をよぎりました。それは午前中の休憩室での同僚の S さんのことでした。彼女の頭から顔にかけて垂れていたドローッとした黒いヘドロのようなものが偶然とは思えなかったのです。看護師さんの K さんが見た陽子さんの頭から流れていたものとまるで同じもののようでした。そして新井さんはハッとしました。陽子さんはその同僚の S さんのことをひどく嫌っていたのです。何かにつけ特に S さんの悪口をメールしてきていたそうです。新井さんはそこで納得しました。陽子さんは大嫌いな S さんに無意識にその嫌悪の念を飛ばしていたのだと思いました。その念は嫌った相手に付着しウイルスのように感染し相手の体の不調まで起こすようでした。他人をひどく嫌ったり憎んだりした時の強い負の念は黒ずんだヘドロのようにドロドロとしたものなのだと新井さんは初めて知ったそうです。それをたまたま一瞬だけ波長があって新井さんに見えていたということでした。その後新井さんは陽子さんとは距離を取りながら仕事を続けていましたが、間もなく陽子さんの方から職場を去っていったそうです。陽子さんに本当に悪魔が取り付いていたかどうかは分かりません。負の念が強いから何か良くないものに取りつかれることになったのか、良くないものに取りつかれたから負の念が増長されたのか、それも分かりません。でも最後に新井さんは僧侶らしく陽子さんには穏やかな心になってほしいと言っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。